Excel やスプレッドシートの基本的な数式をマスターすることは、簡単な計算や集計をするためには欠かせないものです。今回の動画以降は、その基本的な関数の概要と計算方法を教えていきます。Excel やスプレッドシートで計算を行うには、基本的に2つの方法があります。それは数式と関数です。数式とは、セルや範囲内の値を操作する式のことです。例えば、セルの A1 から A3 までの範囲の合計を A4 に表示させるには、イコール A1 プラス A2 プラス A3 と書いてみてください。このイコールやプラス、他にはマイナスやアスタリスク、スラッシュなどの記号はすべて基本的な数学の式であり、電卓ではよく使いますよね。イコールはスプレッドシートに数式を書いていることを伝える記号です。これは数式を入れるセルに入れるべき最初の文字です。プラスは足し算の記号で数字の合計を計算するときに使います。マイナスは引き算の記号で数字の差を計算するときに使います。アスタリスクは掛け算のことで、スラッシュは割り算となります。気をつけていただきたいことがあります。数式を書くときは、これらの記号を正しい順序で配置しましょう。関数の順序について基本的な数学のルールが適用されていることを覚えておきましょう。例えば、イコール2プラス6かける3と書かれた式の答えは20であり24ではありません。計算させる順番を変更させたい場合は、先に計算させるところを括弧で覆う必要があります。括弧の中の数式は他のどの数式よりも先に計算されます。上の式の結果が24になるようにさせたいときは、次のように入力する必要があります。イコール括弧2プラス6括弧閉じてかける3すると24と値が出てきます。これは一見誰でもわかるように見えますが、より複雑な数式で計算させた答えが間違っていたときに、その数式を確かめると、括弧で覆う箇所が違っていたりなどもするので、決して侮れない重要なポイントであります。関数とは、Excel やスプレッドシートで定義されている数式のことです。関数にはそれぞれ分かりやすい名前がついていて、面倒な数式の手入力を排除します。それでは早速関数を入れてみましょう。今表示している表は、1年分の家計簿を簡単に表したものです。ここでは、縦軸をお金が出る項目として、横軸を月別とします。お金が出る項目としては、上から家賃、水道、電気、ガス、スマートフォン、インターネット、そして食費、交通費、各種月額サービス、交際費、その他費用とします。まずは1ヶ月の固定費を求めるためにサム関数を使ってみましょう。こちらの9列目を固定費とします。では1月分の固定費を出してみましょう。このセルでは数字の合計を計算するのでサム関数を使います。書き方はイコールサム。すると一番上にサム関数が出てきます。スプレッドシートではこのままエンターを押すと数式の中身を書くことができます。そして合計を計算するセルの範囲を選択します。その範囲がこの表だと家賃からネットまでの合計を固定費とするので C の3から C の8まで選択します。そしてこの後は括弧を押しても数字が出ますし、括弧を押す前にエンターキーを押しても数字が出ます。すると固定費の合計が出ました。続いて同じように下部分の変動費の合計を出してみましょう。こちらも先ほどと同じようにイコールサム。このままエンターを押して C の10から
C の14までを選択。このままエンターを押すと変動費の合計が出てきます。そして最後、1ヶ月の支出の合計を出してみましょう。この場合は変動費と固定費を足して支出の合計と今回は計算することにします。その場合はイコール C の9足す C の15。こちらで支出の合計が出ました。もちろんサム関数でも同じようにできます。サム関数の場合は離れたセルを選択するときは一つのセルを選択した後にカンマを打ちます。そしてもう一つのセルを選択してこのままエンターキー。こちらでも同じ答えが出ます。ではこの合計をそのまま他の月も反映させてみましょう。同じ数式を右側へ反映させたい場合は反映させる右側のすべてのセルまで選択してコントロール R を押します。これだと数式の合計は出ました。しかし書式が反映されませんでしたね。というより C 列目の書式の左側の枠線がすべての列へ反映されてしまいましたね。なので別の方法もあります。この場合は C 列をコピーして反映させるすべての列まで選択して右クリック、特殊貼り付けで数式のみを貼り付け。すると同じようにそれぞれの列の合計が出ています。C 列の枠線も全部の列で反映されることはなく、数式の反映だけされています。同じように下2つの合計も右側へ反映させてみましょう。コピーをして、そのまま特殊貼り付けから数式のみ。ショートカットキーもあるようですが、初めて使われる方は今はこのやり方でも構いません。これで各月の固定費と変動費、そして支出合計の合計値が出ました。これで終わりでもいいんですが、もう一つの合計も入れてみましょう。それは年間の合計の数字です。1年の合計の数字を入れたい場合は、ここに列を挿入して、1年分の合計をこの列に入れていくことにします。この場合は合計する範囲が1年の家賃の合計なので、この場合の数式はイコールサム D の3から O の3までこちらの合計を入れていきましょう。すると年間の家賃の合計が出ました。そして他の項目も年間の合計をそのまま下にコピーして出していきましょう。すると各行1年の合計の数字が出たと思います。固定費の1年の合計は2通りのやり方がありますね。1つ目は同じように上の項目を足すというやり方。もう一つは固定費の列の合計を参照する方法。この2つのやり方があります。同じく変動費の一覧も計算をしてみましょう。すると同じように合計の答えが出てきます。これで支出の合計の一覧表が出てきました。ついでに前の月からいくら変わったか、その前月比を出す表も作ってみましょう。18行目に支出合計の前月比を出す表を作ってみます。前月比を出すには当月の支出の合計から前の月の支出の合計を引き算すればいいので、この場合は E の16から D の16を引きます。そうすると前の月より 45,280 円安く抑えることができたという計算結果の前月比が出てくるようになります。これを右側のセルへも適用させましょう。すると各月の前月比が出るようになっております。いかがでしたか？今回は関数の第1回目の動画ということで、数式と関数の一番最初に覚えるべき基本的なところをサム関数を紹介しました。次回の動画では特定の条件で合計をするサムイフ数関数や平均の関数などを教えていきますので、より深く入った関数の覚え方をマスターしていきましょう。それでは次回の動画をお楽しみに。